こんばんは。はるです。今回はアタッカー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、新イベントの選手を追加して更新をしました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが最新版のアタッカー選手のティアリストになってます。まずは D ですね。D はですね、前回から避けた選手が少しいてですね、リシャーリソンだったりとか、あとは三笘、そしてイサクなんかを前回からだと避けたという風なことになってます。そして新選手の追加というのもあってですね、フューチャースターアイコンのクレスポを新しくここに追加をしました。新イベントの選手としてですね、強化をされたんですけれども、そこまで強くはないという選手にはなってますね。スピードの部分だったりとか、あとはシュートという風な部分では、まだある程度ね、全然通用する部分はあるんですけれども、ドリブルの使用感は、個人的にはちょっと微妙で、フィジカルの理不尽さっていうのもあんまりなくって、パスもちょっと上手くないっていう風な感じですね。またプレイスタイルのプラスのところでね、今週がついてるのはいいんですけど、やっぱロングシュート値と、カーブ値っていうのがそこまで高くないからか、長距離の今週っていうのがね、あんまり理不尽に決まらないっていうのが、ありますね。抜け出した後のキーパーと1対1で流し込むみたいな今週は、やっぱりプレイスタイルプラスついてるおかげで決まりやすいんですけれども、理不尽さっていうのはこの選手総合的に見てもですね、あんまりないなという風なところですね。そして続いては C ですね。C はですね、前回と比べるとですね、少し下げた選手がここもいますね。レディアクティブのザハ、だったりとか下げたという風な形になってます。あとはモリエンテスとかも下げて追加をしましたね。で、新選手としてはですね、フューチャースターアイコンのネドベドをここに入れました。スキル4逆足5、ここが本当に素晴らしかっただけに能力的にあまり、上がりきっていないなという風な印象を受けますね。ドリブルに関しては、あんまり使用感がいいとは、言えないですし、決定力に関しても、もうちょっとあってほしいなというのが正直な印象ですね。で、パスに関しても、もっと上手かった方がいいな。もちろん通用するんだけど、ネドベドだったらやっぱりもっと上手くあった方がいいかなという風なところですね。ラピッドのプラスがね、ついていて、ペースもね、90あるっていうのはいいんですけど、特段今の現環境、むっちゃ速いっていう風なほどでは、ないので、圧倒的なスピードがあればまた違ったかなという風に思うんですけれども、どうしても、代わりがいてしまう、そんなサイドアタッカーというか LM、LW になってしまうなという風なところですね。スキル逆足のおかげでというか、そこを自分は結構評価をして、この C に入れたんですけれども、スキル逆足がもっとひどかったら個人的には D に入っていたかなという風に思いますね。そして続いては B ですね。B はですね、前回と比べると追加した選手っていうのがオリーセですね。フューチャースターのオリーセ。あとはスターリングを少し下げたかなというふうに思いますね。オリーセに関しては値段結構安いですし、コスパはいいかなというふうに思います。スキルも5でね、ドリブル好きな方にとっては非常に使用感よくですね、使える選手になってます。ただフィジカルちょっと弱かったりとかしますし、決定力に関しても、悪くはないんだけど、もっと決まるね、アタッカーはいるかなというふうなところですね。プレイスタイルプラス2つ次っていうのはいいなと思いました。特にパスですね。的確なパスかながついてるっていうのはいいなというふうにも感じますね。個人的な部分では、やっぱりペースの部分も、ありますし、フィジカルがもっとあればですね、良かったのかなというふうに思います。プレイスタイルもね、ある程度ね、多くって、豊富なんで、ちょっと惜しかったかなというふうに思いますね。ただ十分スタメン級ではあると思いますね。そして続いては A ですね。A はですね、新しく追加した選手が何名か、いますね。フューチャースターのガルナチョ、そして、フューチャースターニコ・ウィリアムズ、ジェレミー・ドク、そして、ホイルンドだったりとか、ボニフェイス、ザークツィを追加をしたという風なことになってます。またアップグレードされたね、アンスパティだったりとか、ヌネスとかも更新をしてますね。まずは新選手、ガルナチョですね。この選手かなりチーム1で目玉の選手として登場をしてきたんですけれども、今の現環境個人的には A かなというふうに思います。正直 A でもむちゃくちゃ強いんですけれども、
S の選手の方が理不尽さは感じるかなというふうに思いますね。ガルナチョはもっとフィジカルがあれば、よりちょっとね、強かったかなというふうに思います。正直フィジカル以外のところはですね、決定力もね、高くなりましたし、今週だったりとかもある程度決めてくれるっていう風な選手になりました。ペースも速いし、ドリブルもめっちゃ軽いんで、相手からするとやっぱり止めにくい、そんな選手に、なります。ただまあ、やっぱりチームの目玉として見ると、若干そのフィジカルとかその理不尽さに欠けてしまったかなというふうには思います。ただむちゃくちゃ強い。むちゃくちゃ強いし、S の選手が強すぎるだけで、個人的には十分戦える、そういう選手にはなりますね。そして続いてはニコ・ウィリアムズですね。この人もむちゃくちゃいいですね。本当に素晴らしい選手で、スキル5いらないよっていう方はこの人で正直十分だと思います。非常に使用感が良く、速くて軽くてっていう風なサイドアタッカーで、シュートの部分が若干強化されたことによって改善をされたという風な選手になりますね。このペースプラスクイックステップのプラスもありますので、相手に寄せていくスピードだったりとかが非常に速くなってます。で、ちょっとだけフィジカルもね、あるっていう風な、フィジカルよりスピードかな。若干当てられても、こう抜けていける、そういうスピードだったりとか若干のフィジカルがありますので、非常にいい選手になります。かつ逆足もね、剛なんで振り抜けるシュートを持っていたりとか、パス面があるという風な選手になってます。ラピッドのね、プレースタイルもついてますので、本当に速さに特化した、そんな選手にはなっていておすすめですね。そして続いてはドクですね。ジェレミー・ドク。ドクもですね、むちゃくちゃ強い。正直 S に入れようかどうかとも迷ったぐらいの、選手なんですけれども、まずスキル5逆足4のアップグレードっていうのは非常にでかいなと思います。さらにこの人も速さという風な部分と軽さという部分がありながら、ラピッドのプラスも備えていて、クイックステップもあるという風な選手になってますね。もうね、フィジカルもこの人若干あるし、もうサイドアタッカーとしてもう凄まじい強さがあります。かつ決定力もね、全然高いので、中に切り込んでいって自分で決めきるっていうこともできる選手になりますので、めちゃくちゃいいなというふうに思います。正直ね、ガルナチョの方が、やっぱり軽さはね、そちらがあるんですけど、フィジカルのことも考えると、ドクの方がワンチャン全然強いんちゃうかみたいな、それぐらいのね、力っていうのはドク、持ってますので、右ウイングトップオブトップの、選手にはなるかなというふうに思います。ベストとかと比べてもですね、十分強さを発揮してくれる、そんな力は持ってますし、かなり強い選手になりますね。プレイスタイル、やっぱり少ないですけれども、ある程度いいものを持ってる。もっと持っていたらよりちょっとやばかった、化けていたかなというふうには思いますね。そして続いてはホイルンドですね。ホイルンドも十分強いですし、全然 A ランクのこのランク帯の中に入っててもおかしくはないかなというふうに思います。空中戦使う方にとってもですね、非常にこの人のヘディングって武器になります。高さっていうのは武器になりますし、スピードもね、あって、かつドリブルもね、若干軽いというか、このね、デカめの選手の中では軽い方の選手、扱いがしやすい方の選手にはなると思いますので、合う人はめちゃくちゃ合うかなと思います。Y 以外のハーランドよりかは、軽さは結構あるかなというふうには思います。あとパスの部分ですね、視野がちょっと低いんで、スルーパスとか、っていうのは難しいんですけど、強パスとかそのショートパスが99なんで、普通のバツパスに関しては何の問題もなく通せる、なんならうまいっていう風な選手になるので、そこもいいところかなという風に思います。普通に強い選手になりますね。そして続いてはボニフェイスですね。ボニフェイス。ボニフェイスに関してもホイールンドと同様にでかくて速くて強いっていう風なそんな選手に、なりますね。ティキタカのプラス備えてるっていう風なことが個人的にこの人非常に評価が高くって、パスも出せる、もうめっちゃうまいっていう風な選手になるので、周りを使うようになった賢い大きい選手という風なイメージですね。で、スキル逆足も44になりましたし、ドリブル自体は重たいんですけれども、その分ね、さっき言った
パス面が光るという風な選手になるので、周りを使いながらフィジカルでゴリッといくという風なことができる、活かすっていうのが一番いいのかなという風に思います。かつこの人はやっぱり空中戦ですね。空中戦とかを使ってあげると、よりボニフェイスのですね、特徴っていうのをしっかり活かせるかなという風に思いますね。この人もめちゃくちゃ強い。ケミが合う方はぜひ使うべき選手だと思います。そして続いてはザークツィですね。ザークツィ値段の割にここかいという風に思う方もおられるかもしれないんですけど、めちゃくちゃコスパです。本当に安いですし、かなりね、強さがある選手になります。ただこの人の場合も、やっぱり空中戦をぜひ使っていただいた方が、いいかなという風には思います。でかくて速いっていうこの人もね、そういう選手になるんですけど、この人もやっぱりパス面がね、うまいっていう風なところがいいポイントですね。なので、単純にパスも出せるっていう風なところで、あまりドリブルの重さが気にならないというか、パスで逃げれるっていう風な選手になりますので、かつ4-4あって、で、あと決定力、普通に、もちろんヘディングもね、決めきれるんですけど、シュート、単純な足のシュートっていうのもうまいので、空中戦かと思いきや足元に入れてそのままシュートを打つみたいな、こともできるので、値段が本当に4、5万ぐらいだと思うんですけれども、むちゃくちゃ安くて、本当におすすめな選手になってます。空中戦を使っていけるっていう風な方は、先ほど紹介したボニフェイス、ホイルンドよりもぐんと安くはなりますので、ケミを合わせて使う価値は十分あるかなという風に思いますね。そして続いては S ですね。S はですね、新選手追加というものはなくって、一応サンダーストラックのロナウジーニョがね、ここにいるんですけれども、フューチャースターアイコンのロナウジーニョはですね、キャムで、来たのでここには入れていないという風なことになってます。現環境、特に前回と、変わりはなくって、Y を含むですね、最強カードたちかなという風に思います。こちらが最新版のアタッカー選手のテアリスになってます。もちろんね、ここに入れきれなかった選手多くいると思うので、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。